おはようございます。はい、今日はですね、あの木どうなったかシリーズ、ということで、これはね、私が4年前防災級にもう本当出始め初期の頃にやったやつで、これ兄弟3本の心拍ですね。文人心拍でね、その時はもうこれぐらいの細い木だったんです。この先端ぐらいのそうこれぐらいの枝のね太さで3ミリぐらいですかね、ぐらいの細いやつで、中に、実はシャリが入ってたんですね、まっすぐ。でなんでって言ったら、それがシャリがないとこう倒れちゃう、よれちゃうぐらい細かったんですよ。シャリが硬いから骨になってる。シャリを剥くとそこが硬くなって、そこで自立するっていう、これも新しい発見だったんですけど、それで曲げて、それぞれ3つのパターンに作った。本当はその写真があればよかったんですけど、でそれを、4年前ですね、今どうなったかっていう、もういわゆる今日はもう完成形に持っていこうということでお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どっかにね、そうなんですよ。これは、5月の、ね、お祭りで、業者さんが私の木をたくさん買ってくれた方がいて、でその人持ちきれなくていっぱい買ってもらったんで、それを届けに行ったところで、その業者さんのところにあった細い木だったんですね。で先ほど言ったっていうか、シャリが向いてあってまっすぐな木で、それを、シャリまだ剥いたばっかりだったんで大丈夫かなっていうんで、曲げてみたということで、こういうやつが最初から細いのがあったやつですね。で1個ね、どっか骨折したんですよね。どっかあったんだよな。あれどっかにあったんだよな。あれさっき見たんだよな。あれどうでもいいか。あ、これだ。ここが曲げた時に折れて、こっちの芯とこっちの芯がね出ちゃったんですよ。まさしく骨が折れて肉から骨出ちゃったみたいに、これが芯だったんですね。でこっちとこっちがねポキンと出ちゃって、で、今もう巻いてきましたけどね。だから何なんだろう、芯ってまたできるんですかね、これね。不思議分かんないですけど、そんなことで3つ違うパターンで作ってみたっていう、いわゆる文人の細い木だったんでね、文人なんですけど、こういうまっすぐこう上がっていくのと、こうカクンとこう折ったのと、でちょっと模様毛、これはねまた特集でやってましたね、昨日見つけて。特集とか、これ単体で動画を1回、やって、なんかこう気になって枝を抜いてっていうんだけど、まだ枝が多いんで、今日はねちょっと3つ全部仕上げたいんですけど、これはちょっと植え替えしたいと思ってるんですけど、これとこれをあれしようかな、作り上げるという4年間でようやく完成形に持っていくという、曲付けとかも全部平間さんやってるんですか？これやってます落ち枝とか。そうまっすぐだったんで、これなんか私やったやつですね。やっぱりだから本当の素材から作っていったこんな風に、そうこれだってね、そこそこの多分お値段になっちゃうと思うんですけど、そうですね、本当にまっすぐなんでもないまっすぐなやつを曲げていってたから、よく太ったですよね、これね。心拍これはね、なんか2回ぐらい継いだんだけど失敗してますね、試しに。なんか接ぎ木の話をこれしてましたね、昨日見たら。こっちからやりますか。そしたらまずちょっとこの辺の枝がやっぱり下の枝は取っといたんですね、弱りやすいんで、多く取ってあるんで、この辺を少し軽くするのと、これも多いでね、これの唯一の弱点というか問題点は、裏枝がないっていう、でこれに何度か継ごうとしたんですね。なるほど。なんで裏枝はね、これが充実してきたんで、これを下ろしてもいいかなって、ガクンと、もしくはこれを振るっていうのもあるんですけど、この辺がランドになっちゃうんで、これ残しといて、そっちから見ると左流れなんでこっち枝ないですけど、それでもいいかなっていうふうに思いますんで、それで、ちょっと仕上げていきたいと思います。じゃあまずフルパトリかな。面白い回になるかな、これ。でもやっと完成なんですよね。そうですね、やっぱり枝を少し残しながら作ってますね。で最後傷む枝もあったと思うんで、仕上げる時に、最後抜いて終わりにすると。でまず一番下からいくと、この辺がちょっと多いんで、これだけでいいかな。多分これも抜いてますよね、多いっていうことでね。これだけで作るんで、これまず抜きますね。それとちょっとここも多いんですね。ここは割と枝元に近いんで、これも抜きます。上に立っちゃってるんでね。でここも単本重なっちゃってますね。これかな、この2つで作っていくっていう意味で、これ抜いちゃいます。文人だから、葉数があんまり多
糸そうですね。変ってことですね。そうですね。少ない方がいいってことですね。古さを出すためにこういう落ち枝とかまあそうですね。ですかね。そうですね。心拍だこういう若いね、上上がってると若い木になっちゃうんで、やっぱり重みでね、こうやって落ちたっていう。であとはここら辺が枝が多いんで、これを取っちゃおうかな。はい。ここに枝がありますんでね、ここにありますんでってありますんで、これも取っちゃおうかな。ここも設計してますね。ここね。そうですね。ここね。そうすると大体不要な間は抜けたかなと。この辺はまだもうちょっと取るかもしれないですけど、で先端の飛び出してるやつと、あといつも言うまっすぐな紐っぱってやつですね。はい。熱身はすかし。熱身はすかしですね。でもうちょっと軽くしてで整えていきたいと思います。わかりました。はい、ちょっとやっていきますね。大体終わったんですけど、はい、ちょっとやっぱ気になるのが、ここがまあ下枝なんで多めにとは言ったんですけど、まあやっぱりここを効かしたいんですね。これを効かしたいって、ここがこっちの幅りが大きいんで、もうちょっと取っちゃおうかな。で後ろぐらいにちょっとかえってこれをここの上にこう重ねるとこれが強調されないんで、ここに隠してでこれを小さくして、後ろをね切っちゃう。これ結構大事な話なんですよね、実は。これを強調するためにね、これ控えめに。であとはこれも頭を少し分離っていうか分けていった方がいいので、これを下げて、これが一番下げるのが結構大事かな。裏枝ですね。裏枝ですね。でこういうふうにポンポンポンとできれば、ちょっと荒掛けでちょっとやっていきたいと思います。ここはねちょっと気になるんで、ちょっと細かい枝が針金かけちゃいますけど、下向いちゃってるんで、あ、これも下向いてるな。これも切っちゃう。大丈夫だよね、裏から怖いんですけどね、結構裏から見て、下向いてるんでね、切っちゃいました。こういうのもね、あれなんですね、こう今不要な葉っぱを抜いたつもりなんですけど、下げていくとこの枝みんな下下がっちゃうんですね。だからやがて取るようになると思います、下向いてるやつは。また葉数が減りますね、これね。先にかけちゃうか、太いやつを。ちょっとやってみます。幹を磨くかどうかだなとな。やり始めるとね、太いんですね、この枝が。それなんで、これとこれ、それともう一回これとこれという形で全体に下げると。わかりました。いうことですね。でこれとこの枝とこの枝、順番こっちが下じゃないですか。で今こっちの方が上上がっちゃってるんで、これよりもこれが上に、本来はこうなんなきゃおかしいんですね。なるほど。セオリーから言うと。ということでこれを下げる、これを下げる、下げる、これも下げるということで、16番ぐらいかな。針金をかけていきます。かけていきます。でこれはちょっと今外したんですけどね、針金ね、食い込んじゃって、だから前はこちら側にこういう書き方したんで、今回は反対に、同じようにやるとこうまた食い込んじゃうんで、傷のところに針金が入らないように入るんで、一つはここの下げるんで、ここの枝の肩っていうんですね、この上に針金を当てますよ。でなおかつこれと逆向きに、傷と逆向きに巻いてきますよということですね。でこれはかけてからぐーっと下ろす人もいますし、ある程度こういうふうにガクって下ろしといてやるケースもあります。針金かけながらこう押さえながらですね。その方が効きますよね。そうですね。というね、なかなかこういうことって言う人いないですからね。細かいことだと思う。細かいことね。こういう木自体を作りたいんだよっていう人もいるかもしれないですけど、多分3年で30倍の動画見れば作り方は分かると思いますね。たった500円の木がね、そうですね、あんな風になっちゃうっていう、あんな風になっちゃうとはあんなに良くなっちゃうっていうね。作ってね良くなる盆栽の一つの楽しみですよね。で心拍っていうのはそういうところではやっぱいい、そうですね。やっぱ成長早いですね。成長早くてお金もかかんないし、そうですね。巻きが欲しいとかならなければ、だけどそうで挿し木で作るんで、そういう安い素材がたくさんあるってことですよね。そうですね。マジでお金かからないですよね、盆栽。そうですね。心拍で考えると、と思います。こんにちは。盆栽級です。盆栽級です。いっぱい来てます。30人ぐらい。みんな目線が熱いです。
でこれは、ここが少し缶抜きなんですね、でこれとこれをだけでかけようとするとやじろべになっちゃって効かないんですね、なんでここに1本かかってるんで、これを支点にこっちも下ろせると。2本かけてるからやじろべにならないというですね、片側にということですね。4、5人ぐらい来ましたよ。すごい、なんかみんな嬉しそうな顔して、でもちゃんと盆栽好きな方だな。そうですよね。 YouTube 見てるってこと。はい、こんにちは。針金、とりあえずこれとこれとこれをかけまして、あ、これじゃない、こっちか。はい。で、全部下げる。で、一番の目的はこの裏枝を下げる。で、これ下げるとこれとこれが今度接近しちゃうんで、これはもっと下げる。下からいきましょうか。ここをケアしながらですね。押さえながら。下がりましたね。いい格好。あ、お。めっちゃ話が途切れる。昼間です。昼間さん。盆栽Qさんこっち。私Qじゃない。私昼間。Qこちらです。どうも。はじめまして。おお。빅 펜.何ペン？ And your pen? 뭐라고 해야 돼? 영어로 설명 좀 해. ああ。なんで？昼間さんのファンだ。ありがとうだ。ファン。ありがとう。サンキュー。なんだっけ？下げるっていう話ですね。はい。でこれですね。ここが一番問題ですね。はい。裏枝ギュッと下げる。ケアしながらですね。ギュッと下げる。結構下がりましたかね。見えてきましたかね。裏っぽくね。でここは少しでいいですね。はい。で最後はここ上ちょっとやっぱり上げた方がいいんでちょっと上げますね。先端ね。はい。いやー嬉しい。嬉しいんだ。何嬉しいって女性が嬉しそうな顔してこっち見てるってすごい嬉しいですよ。ニコしながらおーって。本当に昼間さんですね。いやもう正直者ですよね私ね本当に。なんだ。素直ですそういうとこは。スケベじゃない。スケベ。素直にスケベです。スケベっていうのかな。わかんないけど。女の人が本当にもうニコニコしながらはーって言ってるってすごい嬉しい。同じこと何回も言ってる。女の人じゃなきゃダメなんでしょ。女の人じゃなきゃダメですよね。でも男の人からもねなんだって言っていただいて。すごいね。みんなやってる人だね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。韓国の人たち。あ、そう。韓国？写真呼ばれました。あ、ね。いやいや、あんただけかと思ったら。私のファンだっていう人がカンちゃんと写真撮ってるから、ちょっと嫉妬してた。そうですね。作業してる。あ、すいません。いっぱい握手しました。女性から握手求められないんだよな。やっぱスケベだ。動画ブレてきたんで。ブレてきたね。そうですね。真剣にね。じゃあ引き続き針金をかけましょう。かけましょう。これ植え替えなしですねこの後は。これはいいですねこのままで。じゃあこれをかけたら1本目完成。そうですね。ちょっとかけちゃったな。細かい針金をかけて仕上がりを待ちます。はい。ちょっとごまかしながら作ってます。ごまかしながら。はい。荒掛けが終わったので、下の葉っぱを少し取ってきますね。こう下向いちゃって、先ほど言ったこう下ろしたんで、こう下向いちゃってるんで、こういうのを取って全体にこうね上がって見えるように、棚からこう上に葉っぱがあるようにちょっとやってきますね。この辺はいいか。皮も。そうですね。皮を磨いて。ある程度磨いて。アメリカより韓国行きたいですね。韓国の方がいつでも行けるんじゃないですか。まあ呼んでくれる人がいないとね。実費では行かない。実費では行かない。いやー魅了されちゃった今日本当に。なんで？いやすごい綺麗ですよ。でこの笑顔がね。ずっとこの話してるよ。ずっとこの話してる。昼間さんが魅了してるからです。いや。いや韓国の女の人が気に入っちゃった。女性がニコッとしながらこっちあれはね。いややられちゃったよ本当に。画面の奥でやられてる女性がいっぱいいますから。いや仕方ないでしょ。
ね、11% の女性いますから YouTube には。そうか、ほら本当心から嬉しそうな笑顔はやっぱり自分に言わない方がいいでしょ。自分になんかいやそっかそっか言わない方がいいか。いいな、ちょっとでもなんか恋に落ちちゃってるの。みんな綺麗だった本当に。でもちょっといや日本の女性も綺麗ですけどねなんかいいもの見た気がする。そうですね、この間ちょっとなんかブラシの件でわけわかんないこと言ってましたけど、皮をひっぺがすときは横で、皮をひっぺがすときは横で、流れに沿ってみたいな。そう流れの話して、そう流れに沿ってって言ったのに横にやったりもしたんですけど、皮を剥がすときは横にで、こう磨くときは沿って幹の流れに、はいということです。一応、幹も簡単に磨きまして、ちょっとシャリ入れなくなっちゃったんですけど、シャリはまたお求めになった方が売るのこれ。はい、ここが正面ですね。僕の見てる方がね。ここがうまくグッと触りましたし、ここですね。裏がねちょっとやっぱり裏を見せながらもちょっと最後上げたいんですけど、まあ裏がいいところに降りてきたと。これはね少しねこっちにかぶせました、内側に若干。そうこれがこう出るじゃないですか。なるほど。だから揃わないようにこれを少し内側に混ぜて、こっちは左側のごめんなさい右側の唯一の枝なんでちょっと出した、っていうぐらいちょっと気使ってます。なるほど。はい、でこれ棚でね隙間が開くようになっていいんじゃないですかね。こんな感じではいやりましたんで、とりあえずこれで完成ですっていうことで、はい一旦完成ですね。これはこの後はもうこの感じでもうあとはこう詰めていくしかないあれですよね。こんもりもう少しまだこういうところが空いちゃってるんで、少しこうかぶせたりなんかしてるんですけど、こういうところなんかね、そういうとこが玉になるようにポンポンで、あとはもう別身でやっていくぐらいですかね。形はほぼ完成。そうです、完成ですね。でこれもほらもうちゃんとしっかり癖ついちゃってね、もうぶつかるぐらいまで落ちてるんで、その落ち枝がね一番魅力ですよね。そうですよね。いいんでやっぱりこっちをさっき言った小さくして、これを引き立たせるんで、ここがもう少し大きくなっていってもいいかもしれないですね。わかりました。はい、ということで完成ですということで、じゃあこれは昼間フェスで売るの？いいじゃないですか。これ出しちゃってもいいんじゃないですか。これも出しますよ。本当ですか。ちょっと欲しいな。でもなんかこれはね思い入れがあるからかな。思いがあるから、私はこれ1本だけ取っとこうかなと思ってるんですけど、それが一番好きなんですね。好きですね。これ植え替えますけど、でも高いんじゃないですかこれ。わかんない。だからこれのあれとどうするかですね。あれ15000円じゃないですか。あれと比較してでも同じぐらいじゃないですかね。こっちの方がいいな。ね、ちょっと貫禄ありますよね。向こうまだ若い感じしますけどね。お楽しみでこっそり。もしかしたら売ってるかもしれない。昼間フェスでいつでしたっけ？3月22日ですね。ガフ。はい、これとこれを浦和のガフですね。ガフですね。武蔵浦和。これもちょっと掃除して作って、これ2つを出しますんで、ということでありがとうございましたということで。終わり？これやるんじゃないですか。そうか次これですね。はい。じゃこれは売るために後できれいにするんで。そうだ、終わりだね。終わりっつって。そうだ、こっちやるんだ。これもきれいに掃除してですね、ちょっとこれではしょうがないんでね、流れすぎちゃって半径外みたいになっちゃってるんで、ちょっと起こして、同じ鉢でいいと思うんです。ちょっと見つからなかったんでちょっと植え替えようと思います。はい、もう作業一緒ですね。先端のこういうところを切ってって中いらない、葉っぱを透かしてと、いらないだけ塗ってやっとくかな。ほんとこれちょっと後ろがこれが多いな、これが多いですね。分かりやすいのはここ枝が重なっちゃってますね。ポンポンポンと、どれでもいいんですけど、間隔を空けたいんでこれ抜いちゃおうかなって。それとここの一つの見どころがここなんですね。これ強引に曲げたんですよね。で、そうするとこの辺がね少し邪魔なんですね。これも取っちゃおうかな。いいところが見えないってことですか？そう、ここを強調するためにはこういうのがあると見えないですね。なんでまずこれを取ります。でさらにまだ多いかな。これ全体に多いんで、そうするとこれをそっくり取っちゃってもいいかなって。どうですかね、すっきりしましたよね、この辺がね。
大体ハスカシと、目摘みですかね、はい、目摘みっていうのかな、終わりまして、荒書きをしていきたいんですけど、一つやりたいのはこれはここにこう下げたい、まあ起こしますんでね、はい、これぐっと下げてやっぱりこの後ろの枝と段差をつけた方がいいで、これが今一番いい枝なんですね、はい、であとここの見せ所をここ見せたいためにこっち枝抜いたんですけど、後ろというよりはやっぱり少しこっち持ってきてこっちの中に持ってってもいいかな、はいはい、するとよりここがね強調されるここがで、問題はこいつなんですね、はい、こいつをどうしようかなってのがあって、ちょっと間延び感がないですかね。間延び感っていうか、この辺が間延びしてて、でまあこういうふうにこちらにこう畳んでもいいんですけどね、今枝がこれが頭っぽいんですけど、こっちが頭なんですよね、はい、太いんで、こっちよりもで、これがそちらから言うと左側から出てこう前に来ちゃってるんで、これは本来こう左に行かなきゃいけない、で下ろして、はい、そうするとこれはもう いらないかなって。で上の枝を使うこれを、こっち側に少し持っていって、これを頭にして、はいはい、でこれもこっち来ますんでね、ということでこれ抜いちゃおうかなって思いました。はい、ということでちょっと長めにして、まあ陣にしてもいいんですけどね。ということでね、こんなに丁寧にね説明していいチャンネルですよね。いやこれは私の考えなんでね、抜いちゃったっていうねプロの人がいるかもしれないけど、いいんじゃないですかね、自分の考えで。鉢合わせの動画、もう、賛否両論ありました？全然ない。もう結構最後の方とか、あれじゃないですか、もう何でもいいって何でもいいって言ってるし、そうね、なんかちょっと盆栽業界的な話にもそうですねなったりましたけど、ああいうのもね、そうで冬季流行のね長話がありましたけど、でも僕あれいい動画だった。いや私って好きなんですよ、ああいう話が、だから何回も見てるんですよ、あれも何回も見てる、いいねの数も高いけどね、やっぱトークメインなんで再生数はあんまりいってなさそうな感じでしたけど、見てない人はぜひ。でもそう鉢合わせっていうか参考になりましたっていうコメントもあったんで、そう言っていただけるとねありがたいなって、はい、じゃあちょっとこれを適当にやって、荒掛けしたらまた完成をお声掛けします。お願いします。はい、こんな感じですかね。はい、落ち枝をぐんと下ろして、でこう段差をつけてこう作りまして、だから裏でもいいし、裏からちょっとこっちに流れるような感じであえて作ったんですね。はい、こういうこっち流れなんですけど、こういうのあっても面白いんで。でここは陣にして、で、これはこっちで飛び出る。ただ唯一気になるのは、せっかくここってこう結構、変化はあるんですけど、そこから見るとこうまっすぐなっちゃってますよね。そこはちょっと嫌かなって気がします。ここがこんだけね変化あるのにねっていうところなんで、じゃあちょっとねじれば解消されるのかな。そうですね。あと太い針金かけてね、ちょっと変えるかですけどね。とりあえず今回はこれでで幹磨いて、で5を植え替えましょう。午後ね。はい。植え替えるんで、ランチタイムです。ランチタイムです。はい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。なんだかよく誰に言ってんだか。はい。じゃあ植え替えるんで、鉢ちょっと見つからないんで、とりあえず同じ鉢にもう一回入れ替えます。今度は自立しますかね。そうですね。してもらわないと困るんだけど。だからなんでこんなになっちゃったかですね。でもこれ立てるためにこう入れといたんですけどね。そうですよね。なんでこんなに斜めになっちゃったんだか覚えてはいないです。覚えてないですね。せっかくねこういう鉢にちゃんと植え替えたのに、やっとやめてくれました。静かになりました。植え替えです。植え替えです。はい、こうやるんでちょっとこっち側を多く削ってます。はい。でまだね時期がちょっと早いんであんまり多くは削らないです。で鉢も流れがあるんでこんな感じかな。入るかどうかですね。入るかどうか。はい。ちょっと土を入れていきます。はい。粗い土から今度細かい土ですね。で鉢は流れが一応あるので高いところから低い方へ向かうようにしますね。この辺かな。
結構厳しいなこれ。浮いちゃってますね。ねえ、だから斜めになっちゃったんですね、きっと。これ入るかな。完全に浮きますね。いや厳しいな。起きなかったんですね、きっとね。ちょっと正面がまだちょっと変わる。厳しいなこれ。めっちゃ出ちゃってますね。ねえ、立てて、はい、縛りたいと思います。だいぶ根が持ち上がっちゃいますね、これね。はい、仕方ない。大変ですね。大変ですね。ちょっと短かったんですね、針金がね。針金が短かったですね。まあ結んじゃえばちょうどいいんですけどね。ちょっとこれ浮いちゃってるんで水苔つけて、はい、ちょっと苔も張りますね。はい、いやぶっかけるから。はい、ということで植え替え終わりました。はい、簡単に苔も張ってですね、水苔と苔と合わせましたけど、まあここら辺がよく見えるところがいいかなって感じですね。そうですね。それよりちょっと内が入ってるかな。ストーンと落としてね。まあさっき説明した通りなんですけど、一つはまあ戻りますけど、こんなような細い一本の枝だったのが、枝じゃない幹だったのが、まあもう4年も経つとこんななっちゃうよって。4年でもともとのやつの長さとどのぐらいだったんですか。そうか、ごめんなさい、1年目で曲げてるから5年か。5年かかった。5年でも5年ですね。じゃあまあまあ長かった。いや長かったです。この太さでずーっと長かったんですよ。結構長さはねそんな伸びてないですね。じゃあ結構長生きだったんだ。長生きで細かったんですよ。でだからこう倒れそうになっちゃって芯を向いたっていう感じなんですよね。本当にこういう幹だったんですね。多少曲付けもされてたってこと？いやされてないです。まっすぐ。そうだからそれを、強引に曲げて、まあこういう3種類のね、形に作ってみたっていうことなんですよね。はい。ね、ということで、まあだから5年ですね。5年も経てば特に心拍成長早いのかもしれないですね。太ったし、できますよ。5年で30倍はできそうですね。30倍ね。そうそれいくらでちょっと買ったかわかんないですけど。そうか。そうで、あと今日に関して言うと、まあこんなようなね、荒れちゃった木でもちょっとお手入れしてあげるとちゃんと整うよと、いうことなんで、まあこういうね見た目がこんな感じで、あっても購入してちゃんと手入れしてあげれば綺麗になりますよっていうことで、今日の回はねいいんじゃないかと思うので。そうですね。本鉢に植え替える時期でもある。そうですね。もうそろそろですね。本当は6月ぐらいのがいいんですけど、今日はちょっとやったんで。そっか。そうですね。心拍はいつでもできるっちゃできる。そう割と丈夫なんでね。はい。ということでちょっとこれもわかんないです。これはどっかでね出したかな。これは。これは分かんないです。売るか売らないか。1万5,000円って言われちゃったからね、もうちょっと高くつけたい。いやもうちょっといけると思う。だから売れない値段で出しちゃってもいいんですけどね。そうですね。2万5,000円とか出しちゃってもいいかもしれない。はい。そんなことで。はい。じゃあ最後にお知らせどうぞ。何？お知らせがあるんじゃないですか。いいの？いいですよ。3月の22日、昼間フェスを武蔵浦和のガフっていう去年やったところなんですけど、そこで開催します。で午前中は即売会があって今たくさん準備してますんで、無料の相談コーナー限定10名で午後からワークショップがあって、で最後お茶を飲んで終わりと。お茶飲んで終わり。お茶がもう入ってるんです一応。だから一日こう遊べるようにねやりたいなっていうんで、ちょっと企画してますので、お時間ある方は来ていただければと思います。詳しくは昼間さんのツイッターかな。私の X かツイッターか、ガフの、なんとかスペースっていうガフのインスタですね。ガフのインスタ、そこで、出てますんで、見ていただければと思いますんで、よろしく。9時からオープンですんで。きみこさんも来るよと。そうですね。あんまり言わないでって言われてどうしてもね、新藤さんね、スターですから。そう新藤さんがいるから今回成功してやる気になったんでね。ということでお待ちしてますんで、よろしくお願いします。であとは盆栽球さんのいいねと。この動画のいいねとね、
チャンネル登録、メンバーシップ、そして新世界、何でしたっけ新世紀新世紀もうね、そろそろ6月末で6月末まであるんで、あるんですよね。作るなら今からでも作んないと。そうですよね。感じなので、なんと賞金10万円、10万円、第1回の優勝の栄誉をも得てくださいということですね。はい、ということなんで、奇抜なもんでいいんですよね。奇抜なものっていうか、まあとらわれなくて、だから写真か映像作品なので、写真か映像、データで送ってもらうんで、なるほどになっちゃうと思うんで、文章でもいいですよ、で表現できるなら、なるので、まあ多分動画が強いかなと思うんで、皆さんチームとか組んでやってもいいし。なるほどね。で、あんまりでも自分が名前とか公表しない方が。名前は僕は出しません。出さないってことですね。優勝した人は出すと思うけど、上位の人はって感じです。ということですね。はい、6月末です。で、それはじゃあ Q さんの防災 Q の詳しくは URL を見てください。はい、ということで以上であります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。